朝日焼の松林俊之です。朝日焼自体は私のおじいちゃん、そして私の父、そして私の兄というふうに代を継いできまして、今16代400年の歴史がある窯元です。私自身は、ものを作っているのではなく、朝日自体は今は兄とまた職人とが作品を作ってくれています。私は PR をしたりだとか、あとはお店で、販売をしたりだとか、そういった仕事をしています。登り窯自体は火を使って、また、坂になっていますので、傾斜があるので、その坂を利用して焼き上げる窯になります。作品自体は、1000個から2000個ぐらい入っていまして、4つの部屋に分かれています。1の間、2の間、3の間、4の間、それでそれぞれ作品を入れながら焼いている窯になります。ガス窯と登り窯の大きな違いは、一つは炎が直接器に当たるか当たらないか、それによって、器の表情が大きく変わってきます。表情豊かになる器はやはり登り窯でできるんですが、その分もちょっと全然表情がない器も登り窯はできてしまいます。ガス窯はやっぱりたくさん入れてコントロールしながら焼けるので、それで綺麗な色が均一的に出やすいのがガス窯の特徴です。登り窯自体はそういうふうに炎が直接当たったり当たらなかったり、また温度が上がったり下がったりするので、ガス窯だとこういう綺麗な温度の上がり方をするんですね。でも登り窯は上がったり下がったり上がったり下がったりです中で複雑な色が出てくるのが、それが特徴です。実際に器を見ていただくと分かるんですけど、器の中に景色が出る。これを例えば、分かりやすく言うと桜に見立てたりだとか、あとは秋に見立てたりして使う、そういったものが茶の湯の楽しみ、そこがまたわびさびにつながってくるのかなと思います。登り窯自体で調整しているところはもうすごく少なくなりました。電気の窯、そしてガスの窯にどんどんと変わっていって、こういった登り窯を大切にしている窯というものはすごく少なくなりましたし、もう京都ではこの規模の大きな登り窯を焚いているのはうちだけです。もともと私の祖父も私の父もすごく厳しかったんですね。それは何が厳しかったっていうと、道具には神様がいる。例えば、焼き物を作る道具もしっかりと管理しないといけなかったですし、道具という話の中ではこういった窯も道具のうちの一つということで、道具の中にも神様がいる。ですので窯の焚く前にはみんなで集まって手を合わせて窯を焚きますし、もう火を入れてしまうと私たちは何のコントロールもできなくなってしまうので、やっぱり神様に感謝しながらものづくりをするというところの、考え方です。鉄の釉薬なんですけど、これを塗っとくことでここの色の違いで、これは全然溶けてない。でこっちはしっかりと溶けてるけど、その、黄色、こういう色の違いで判断してます。こっちはまた見たいのが違うから青色でした。でこっちはですね、釉薬の溶け具合をチェックしてる。ここは全然溶けてない。こっちはもうバチバチに溶けてる。朝日焼自体は、宇治の土を大切にしながら焼き物を作ってます。これが宇治の土の焼き上がりなんですが、これを掘ってから50年ほど経った土を、山から持ってきまして、そして今使っている土と合わせて、そして今ものづくりをしています。宇治の土の特徴っていうのは、こういうふうな複雑な発色を登り窯でするのが特徴です。この発色自体は、茶の湯の中でこういう景色を楽しむために生まれた景色なんですけど、これを目指して焼いています。私どもはこの土をカセと呼んでます。カセというのは鹿の背中という日本語で意味があります。この鹿の背中の模様のような、表情が出てくるのがこの宇治の土の特徴です。
でこの焼き物自体は、全てがこの色になるかっていうとそうではなくて、中には全く違う色、同じ土同じ釉薬でもこういうふうに全く全てが黄色になってしまう、また全てがグレーになってしまう、そういったものもたくさん出ます。登り窯の1回の焼成で約300個から400個お茶碗を入れていますが、その中で、当代のお茶碗は、30個から40個ぐらいしか作品ができません。それ以外は全部こういった黄色のお茶碗であったりだとか、こういったグレーのお茶碗になります。でこういったお茶碗は世の中には出ない作品になるんですが、こういうふうな表情を目指して焼いている窯でして、これはまた一つの表現の仕方、いろんな表現の仕方を窯の中で入れて焼いておりますので、こういった宇治のお茶の文化、またこういう宇治の土の特徴を合わせて育ってきたのが朝日焼です。次回はまた職人について少しお話をしたいなと思ってますので、次回また、anjapan.jp を見てください。